加納治五郎が初めてヨーロッパの教育視察に行った時、フランスで披露した柔道の反響は小さなものだった。しかし44年後に行った講演には、外交官や軍人を含む多くの聴衆が集まり、柔道の未来を大きく切り開いた。そしてさらにその10年後、第1回フランス柔道選手権大会が開催された。うちの実家の酒で申し訳ありませんが、献杯させてください。やっとここまで来ましたよ、加納先生。いやー、格別ですな。私の実家も加納先生の実家も造り酒屋。勝手に親近感を持たせていただいておりました。柔道を広めるための工夫も先生を見習わせていただきましたしね。先生は柔道に囲碁将棋から段位制を取り入れられ、目標を分かりやすく励みになるよう考えられた。有段者と無段者を黒白の帯で分けたのも一目瞭然。まさに教育者としての発想ですね。そこで私もまず外国人の初心者やフランスの子供らが昇級の目標をより意識できるよう、白帯から黒帯に至るまでの間に5色増やして帯を7色にしたり、技の種類を簡単に覚えられるように番号で表したりしてみました。その成果だと思います。ゆっくりですが着実に柔道はフランスで受け入れられていきました。早くから世界を見据えておられた加納先生はいつも先を歩いていらっしゃる。オリンピック？ええ、私の友人のクーベルタン男爵という男が古代ギリシャオリンピアで行われた競技大会に触発され、スポーツで世界の平和と友好を実現させる大会を始めました。それがオリンピックです。1896年にギリシャのアテネで第1回が開かれ、その後4年に一度、昨年はロンドンで第4回が行われました。大会の規模は回を追うごとに大きくなっています。しかしまだ東洋が加わっていません。オリンピックは世界のためのもの。東洋代表として日本に参加していただき、あなたにはその委員になっていただきたいのです。参加するには国内にそれなりの組織を作らないとなりませんね。選手を育てるにも参加させるにも大変な費用がかかりそうだ。ミスター加納、オリンピックの理念はスポーツを通じて平和な世界を目指すことです。勝利ではありません。参加することに意義があるのです。わかりました。前向きに検討します。これは大変なことになるぞ。そして加納先生持ち前の何クソ精神は
不可能かと思われた第5回五輪への日本初参加を実現させた。ようこそオリンピックへ、ジゴロ。お会いできて光栄です、男爵。我々は年が近い。遠慮ない意見を交わそう。望むところです。まずはジゴロが広めている柔道について伺いたい。はい、柔道とは日本の参加選手はマラソンの金栗四三、短距離の三島弥彦の2人。結果は惨敗でしたが。すみません、加納先生。全く歯が立ちませんでした。負けっぱなしになるつもりはないだろう。勝負はこれから。もっと心と体を鍛え、子や孫の世代になってでも勝利を。参加することに意義があるのです。先生？勝ち負けは二の次。参加することに意義があるのだった。だから君たちも誇っていいんだよ。いやー、そりゃわかりますが。試合にも勝つに越したことはないがね。いつか東京でオリンピックを、その準備を進めなければ我が生涯をかけてでも。体育。体を育て強くすることは心もまた育て強くします。これから世界に打って出ようとする我が国の国民一人一人には健康な体と健全な精神が必須なのです。心身の力を何に用いるべきか、それは社会のためです。オリンピックの始まりは古代ギリシャで行われていたスポーツ競技です。かのクーベルタン男爵がその素晴らしい効能を世界に広めるため、古代の競技会を復活させました。世界、それは西洋だけではありません。開催国を東洋に広げることは、オリンピック本来の趣旨を叶えるための急務です。我が日本は、敬愛する世界の人々を迎え、皆さんと共に栄えある大会を開く準備に取り掛かっています。目的達成のために心身の力を最も有効に使う。それを精力全容と言います。他人同士が互いに助け合うことで皆が幸福になる。それを自他共栄と言います。柔道が目指すところとオリンピック精神は相通じているのです。次回オリンピック開催地は東京。加納先生の悲願が成就した瞬間でしたね。ところが東京開催は再検討するべきでは。今アジアでは日本と中国の間に問題が発生し、緊張状態にある。そんなところに選手を送り込めるわけがない。準備もろくに進んでいないじゃないか。そうだそうだ。発言を許可します、ミスター加納。皆さんは忘れてしまったのですか。オリンピックの起源、クーベルタン男爵の思いを。我が国が初めて参加したストックホルムオリンピック。そこで私は男爵と話し合い、互いの意見を確認しました。世界の若者が国境を越えスポーツで交流を深める。スポーツで世界の平和と友好を実現させる。
それがオリンピックです。今アジアは緊迫している。なればこそオリンピックはアジアで、東京で行うべきなのです。おめでとうございます、加納先生。楽しみですな、東京オリンピック。世界の人々が日本に集まり競い合う先生の念願ですな。帰ったらゆっくりお休みくださいね。休んでなどおられんさ。まだまだ。先生、ひどい熱だ。誰か繊維を。写真機を持ってこい。肩を取るのはいいことだ。加納先生、最後まで柔道のことを。79歳、悲願のオリンピック開催の確認を得てのは大往生でしたね。しかしそのわずか2ヶ月後に開催権は返上され、翌年に世界は第二次世界大戦に突入。おい、加納先生ならどうする？どんな困難も乗り越えようとするはずだ。いつもスポーツで柔道で世界平和をもたらしたいと考えておられたからな。勢力全容、心身の力を最も有効に使え。中国人留学生の受け入れにも尽力され、時には資材を投げ打って援助されていたよな。自他共栄、共に栄える世界を目指せ。ああ、加納先生が諦めるはずがない。先生、そろそろ会場へ。分かった。取材記者はどれくらい集まったかね。5人だけです。まあ初めてですから。そうだな、まだまだこれから。加納先生。先生はいつも前を歩いていらっしゃる。先生、今回の記者は80人です。フランスに限らず世界の柔道人口は増え続けた。柔道は今や200を超える国と地域に広がっている。